皆様ようこそお越しくださいました。前期と申します。今回ご紹介させていただきますのは、クワンカイスタジオさんから発売されておりますジーンクロスシリーズ死者衛星でございます。今回ご紹介するこのキットなんですけれども、私が普段プラモを購入したりしてお世話になっております77フィギュアさんの方で購入させてもらいました。で、一応概要欄の方に77フィギュアさんの商品ページのリンクを貼っておくんですけれども、現時点でこちらの商品売り切れとなってしまっております。もし今後再入荷とかそういったことがあれば、私のコミュニティの方で投稿させてもらいます。で、ちょっと話がそれるんですけれども、例えば皆さんが Amazon とか Yahoo ショッピングとかそういったところでなんかいいものないかなっていうふうに探してるときに、ちょっと気になった商品があったときどうされますか？すぐそのまま購入される方もいらっしゃると思いますけども、大半の方が他のショップさんあるいは他のサイトだといくらで売ってるかなっていうのを調べられると思います。で、今回私もこの商品たまたま偶然77フィギュアさんのホームページの方で発見しまして、こんなんあったんだと思って、ちょっと Amazon の方でこの死者衛星ですね、パッケージの上に書いてあるこの文字ですけども、これで検索してみたところ、確かにあることはありました。 Amazon の方に。ただですね、値段がこの撮影してる段階で12,000円から17,000円ぐらいという風で、なかなかに高額なものとなっておりました。ちなみに77フィギュアさんですと6,800円です。なんでこんなに高くなっちゃってるのかよくわかんないんですけれども、これも一種の転売行為ってとこですかね。この動画をご覧いただいて興味が湧いた方、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、可能な限りそういった強欲な転売屋から購入しないことをお勧めします。で、妙な前置きが長くなってしまいましたが、もう早速パッケージご紹介してまいります。今ご覧いただいてますのが箱の正面の方ですね。ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、真ん中にキョンシーの服装をした女の子が、こちらに重機が搭載された両腕を向けていて、で、後頭部のあたりから伸びているチェーンの先端に金色の対がついたものが体の後ろから前に繰り出されている、そんなイラストとなっております。で、箱ですけど正面から見ると大きい感じなんですけれども、実はこの箱めちゃくちゃ薄いんですよね。結構意外でした。最初このキット買って箱が届いた時に、間違って完成品のアクションフィギュアを買ったんじゃないかって、そう思うぐらい箱が薄めとなっております。で、側面がこんな感じになってまして、簡体字と英語で何か書いてあるんですけど、下の方にですね Keep the Dead Alive と書いてあります。これが死者衛星ってことですかね。で、横の方に、これはこのキットに同梱されているもので、この状態が再現できるかどうかわかんないですけども、なんかごちゃっとしたものと、でこちらがキョンシー状態の女の子と、この白いのはこれ素体状態ですかね。2体セットなのかどうなのかはちょっと開けてみないとわからないです。で、こちらの方に武器ですとか、これは棺桶ですね。この棺桶を分解して女の子に装着することによってキョンシー状態になると、そういうキットのようです。で、他の側面は割とこんな感じに結構シンプルなデザインとなっております。ほんと箱薄いですよね。では中身の方もご紹介していきたいと思います。ちなみにこのキット、私が知ったのはつい最近だったので、そのタイミングで購入したんですけども、発売はどうやら2024年の12月ぐらいだったようです。そんな時期にこんなキット発売されてたんですね。で、紙類説明書は後でご紹介するとしまして、中身ですけども、ちっちゃい箱なのにですね、このびっちりとランナーがもうみちみちに入っております。細かいランナーが多いと言いましょうか、全て規格が統一されていて、綺麗にこの箱の中に収まっているんですけども、全部のランナーをご紹介するのもあれですので、1、2枚抜粋させてもらいますと、まずこちらですね。これが形状から言ってお尻とかお胸のあたりのパーツ、これがお顔のパーツですかねとかがあります。結構トゥルントゥルンですよね。で、こちらの方にこれ赤茶色ってとこですかねのパーツとか、黒いパーツとか結構細かく、この辺は多分二重関節のパーツっぽい気がするんですけども、そういったものがびっちり入っております。あと箱の底の方にですね、チェーンとあとちっちゃいネオジム磁石のパーツと言いましょうか、そういった部品も入っておりました。ランナーのご紹介はこのぐらいにしておきまして、次に説明書ですねがこちら、死者衛星 Keep the Dead Alive と書いてあります。この手のキットに珍しくこの縦長の冊子になっております。中の方に参りますと、まずこちらですね、イラストと横に簡体字でこのキットの説明がこまごまと書かれております。まだ翻訳ソフトを介して読んでないので、何が書いてあるのかは全く理解できておりません。で、次のページにも同じようにこういった簡体字の説明と下に英語の説明があります。で、次のページがパーツリスト。こうやって見ると結構ランナー少なそうに見えるんですけれども、みっちみちですからね。で、右下にチェーンとマグネットと書いてあります。で、次のページから組み立てが始まりまして、まずはこちらですね。これもですね、結構細かいと言いましょうか、字がちっちゃいんですよね。こうやって拡大してみる分には全然支障はないんですけれども、私みたいな老眼のおじさんにはなかなかきつい説明書となっております。これでボディを作っていて、次にこれ頭部の組み立て、ここでマグネットを使用する指示がありますので、フェイスパーツはマグネットでピタッとくっつくようです。で、次にこちらが
左腕を組み立てて、次にこちらが右腕の組み立てで、次にこちらが左足の組み立てとなっております。ほんとこれ拡大鏡と言いましょうか、老眼鏡的なものがないとかなりきついサイズ感の説明ですね。で、次のページで右足を組み立てましたら、全体を連結して、言うなれば素体状態の完成になります。で、次にこちらがですね、サポートパーツと書いてますけども、この状態だと何なのかちんぷんかんぷんです。これもそうですね、同じようなものが2つありますし、一番下これ10ですかね、なんか取り出すなんて書いてますけど、何のことだか、作っていけばわかると思います。で、次のページで同じこのサポートパーツ類ですね、これ頭部部分、このキョンシーの頭の部分ですかね、これはさすがに見ればわかりますね。で、お胸の部分とか組み立てていって、一番下はこれ3本の爪みたいなものですかねを作っております。で、次にチェーンソーみたいなのを作った後で、これは棺桶の蓋、本体に装着させると袖になる部分ですかね、ここのように組み立てております。で、次のページでこれ反対側かなを作って、こんなギザギザなものを取り付けて、でこれのものをこれ頭部とか今まで作ってきたものを組み合わせるとこんな風に棺桶状態になります。で、次にこちらが女の子本体の装着方法ってところでしょうか。胸部パーツとか頭の差し替えとか、あとフロントスカート、リアスカート、腕部にこういった部分を取り付けていってつま先をくっつけて、これで言うなれば武装状態の完成になります。で、最後のページがポージングってとこですかね。ハンドオブブレスとか、左下にはこれ感染体、なんちょっと名前が怖いですけども、こういった状態ですとか、これ爪が頭にガバッと乗ってる状態ですけども、なんか金髪のヘアに見えてちょっとこれはこれでかっこいいですよね。で、こちらの方が武器の説明ですかね。爆竹とかミサイルとかで、下の方にもチェーンソーのことも書いてあります。説明書以上こんな感じですね。見た感じ特に塗装する必要はなさそうですし、ただ4ヶ月前ぐらい発売になったキットということもありまして、 X の方にこれを組み立てた方法がちらほらあったんですけども、結構難しいキットのようなので慎重に丁寧に作っていきたいなと思っております。では早速組み立てて、まずは完成品の状態ざっとご覧いただきたいと思います。ほんの数パターン程度ですがご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。で、今回のキットですね、作ってみた感想としましては、やはり X とかでポストされていましたように、難易度の高いキットでしたね。その理由というのが大きく2つありまして、一つはやはり説明書ですね。説明書のイラストがかなり小さくって、組み立てる場所によってはパーツの上下が判別しにくいっていうところが何箇所かありました。ただこれは実際にパーツを手に取ってみればおのずとはまる方向っていうのは分かるものですから、多少苦労はしましたけどもどうにか組み立てることはできました。で、あともう一点、はめ合わせなんですけれども、これがかなりきついです。と言いましても、関節の渋みがどうのこうのとか、そもそもパーツをはめる時のピンと穴が合ってないとか、そういうことではなくって、今回のこのキット、いろんなところにロール軸であったり、あるいは肘とか膝とかの関節パーツを上腕とか太ももを刺すところ、こういったところ全て軸接続なんですけれども、この全てがかなり硬いです。差し込んでしまえば渋みはちょうどよくてポージングをさせるのに何ら支障はないんですけども、そもそもその軸をパチンとはめ込むところがめちゃくちゃ硬いです。おそらく今回のキット、素材は ABS 製だと思いますので、多少そこで悪戦苦闘しても破損することはなかったんですけれども、とにかくそこを差し込むのがきつくて指が結構痛くなってしまいました。ただそういった苦労を乗り越えれば、パッケージのサイズからは想像できないぐらいな大きさのかなり充実したキットを組み立てることができます。ではまず付属品や交換パーツの方からご紹介してまいります。まずは交換パーツとしまして腹部パーツになります。今本体の方、この胸部と腰部の間の腹部パーツですね、ここについては一塊のパーツになってるんですけども、もう一個ありますがこちら、形状はパッと見た感じに似てるんですけども、要は本来ここの真ん中の部分に
何もないところなんですけど、ここにもう1個ボールジョイントの可動が組み込まれたものになります。でこれがですね、説明書の中でかなり序盤で組み立てる工程だったんですけども、この上側のパーツ、この組み立てがものすごく苦労しました。おそらくこれで合ってると思うんですけれども、妙にここに隙間が空いてしまったので、周りと後ろが反対だったんだろうか、上と下が反対だったんだろうかと、何回か組み直しているうちに結構汚くなってしまったんですけれども、後の方の工程で今ご覧いただいてますこの綺麗な腹部ですね、のパーツが組み上がりますので、これはもう1個可動を設けたい時にお好みで使用するタイプの腹部パーツってところですかね。次にハンドパーツ。今本体に付けておりますが開き手、それ以外にもう1種類、こちら武器持ち手ですね。こんな感じになっておりまして、この薄紫色のハンドパーツ部分は PVC 製で、この軸についてはおそらく ABS 製ですね。ボール状の接続で軸が結構長めなので、今本体に付けてありますように根元まで差し込んでもいいですし、若干引き出して可動域を設けることができます。でさらにここの ABS 製と PVC 製の接続位置にこの内外の可動があります。真ん中に穴が開いてて、後でご紹介しますハンドガンとか持たすことができます。こちらが左右一対。次に今し方ご紹介したこちらハンドガンですね。これもちょっと一腐るパーツでして、形状そのものは普通にシンプルで、なんか昔の SF 映画で見たような先端からリング状のビームが出る同じような形状をしております。でもう一個あります。こちらはこの真ん中のこのクリアパーツ部分ですね。これどうも電池か何かっていう設定らしくて、通常のこの10状態で打つものではなくて、これは補充用の電池ってとこでしょうか。横にピンがついてますので、腹部とか脚部とかそういった空いてるピン穴のところに交換用のパーツとして取り付けることができるようになっております。でこの銃なんですけれども、実はこの銃に付けてある真ん中の電池パーツ、これはこの銃として使うだけじゃなくて、もう一個重要な用途がありまして、ちょっと一回この前後のパーツ外しますけども、この状態ですね。実はこれ後でご紹介します。この棺桶って言いますか、この武装パーツが塊になったもののこの真ん中の部分、これキョンシー状態の頭部になるんですけれども、そこのこの脳みそ部分の中にはめ込まないといけない構造になっております。今ちょっとカタカタ動いてお気づきになった方もいらっしゃると思いますけども、この部分ですね、今ここのカタ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 乗ってるだけで全然安定しておりません。要はここの突起の部分を外して、さらにこの脳みそパーツを外したここの穴のところですね、ここにこの電池パーツを上から差し込んで、でこれまた脳みそパーツを上に戻しまして、こうすることによってようやくこの突起の部分ですね、これを差し込んでここの部分全体をギュッときっちりと固定することができるようになっております。個人的にハンドガン、あればあったで飾り用もありますけれども、最初からこちらの頭の部分にですね組み込んだままにしておいてもいいかななんて思います。で次に武器類としまして、巨大な爪ハンドですね。説明書の方にはハンドオブブレスと書いてあります。簡体字表記では腹録集みたいなことが書かれてまして、全く同じ形状のものが2つあります。主に武器と使用するのはこちらの方ですね。こちらの方には説明書の通りにチェーンをつけてあります。でも爪の部分についてを手のひらの部分、真ん中にボールジョイントがありまして、ここ全体で上側が向き変えることもできますし、各指につきましては左右のこの短めのものは根元がボールジョイント、真ん中に内外の可動がありまして、残り3本は根元がボールジョイント、あと2箇所に可動があります。でこの武器として使う場合は反対側のここのリング部分ですね、ここの部分にこの U 字のパーツを差し込んで、U 字のパーツのセンター部分につきましては、先ほどご覧いただいたキョンシーの頭部ですね、こちらの後ろの方のここの部分に2つ穴がありますので、ここにこのように差し込んで、後頭部からチェーンが垂れ下がっていて、その先端がこういった爪というふうなことにして、でさらにこのワン部パーツに相当する部分の袖の部分ですね、先端にピン穴がありますので、ここに差し込んで装着させることができるようになっております。でもう1個あります武器がこちらのチェーンソーですね。この説明書の方を見ますとコインチェーンソーということで、我々日本人にはピンとこないんですけれども、今回のこのキット、いろんな武器の命名ですね、英語表記と簡体字表記で正確なことは私わからないんですけれども、どちらかというとなんかお祝い的なイメージが多いような、そんな命名になっております。このハンドパーツ的なデザインがありますけども、これ両側ともに共通ですね。ここにピンがありまして、先ほどの爪と同じようにキョンシー状態の腕で持たすこともできますし、先にご覧いただきました交換用のハンドパーツ、あれでここで持たすことも可能となっております。デザイン的にはカラーも含めて結構凝ってますけども、特に可動とかはありません。でもう一個あります。こちらのハンドパーツというのは爪パーツですね。これ先ほどのものとものは同じなんですけども、ここの部分のピン、向きを逆にしてあります。これが説明書の中でもご覧いただきましたこの本体のこの後頭部部分、ここのところにこの爪パーツを差し込んで、ちょっと斜めた感じですね。でこの爪の向きとかをこう斜めにした状態で、それぞれ向かって左側4本を1つにまとめて、右側1本をちょっと離れた感じにつけておくと、こういったちょっとおしゃれな感じの金髪のショートヘアみたいにさせることができます。とりあえずこの場では一旦可動をご紹介したいので外しておきますけれども、全く同じ形状のものが2個ありますので、こうやって頭髪のように頭つけるのもいいですし、2つのパーツをそれぞれこの腰部とかにもピン穴がありますので、ここに取り付けてオリジナルのデザインとして使ってもいいかななんて思います。
で、残りの2つはこのちっこいこのパーツですけども、これはキョンシー状態になった時に本体に取り付ける装飾パーツと交換用のパーツですね。これ後で使用しますので一旦脇に置いときまして。ではここからですね、死者衛星の感染体、言うなれば素体状態というところですかね、の方をご紹介してまいります。で、まずいつものように他社さんのキットとの大きさの比較もしたいと思います。向かって右側に寿屋さんのフレームアームズガールアーキテクトと、左側にバンダイさんの30ミニッツシスターズ初代リシェッターを置いてみますと、こんな感じのサイズ感となっております。箱は結構小さめで薄かったので、かなりちっこいキットが出来上がると思ったんですけれども、実際の頭頂までの大きさとしましてはほぼリシェッターと同じぐらいですね。正直想像以上に大きいキットが出来上がったので、いい意味で期待を裏切ってくれた、なかなか遊べるサイズ感だったというふうに思います。では改めまして今回のこの素体的な感染体の方を上から順に可動も含めてご紹介してまいります。手で取りますとこんな感じになってまして、この面の部分は赤いクリアパーツですね、ちょっと濁ってますけれども、なんかこういったいかにもなアンドロイドみたいな表情というか飛ぶパーツお好きな方も多いんじゃないでしょうか。で、まずフェイスパーツですけども、この説明書の中でありましたように、これでですね、交換についたこの中に簡単に取ることができて、中にネオジム磁石が入っております。もう一個交換用のフェイスパーツあるんですけども、ちょっと今どっか行っちゃいましたあれなんですけども、デザインとしましてはこのキョンシー状態のフェイスパーツですね、こちらのちょっと強化な感じのお顔、これと同じものとなっております。で、可動ですけれども、頭部側がボールジョイント、首の付け根もボールジョイント、かなり細身の首ではありますけれども、この状態で前とか後ろとか結構大きく稼働させることが可能となっております。こういったところの渋い目、結構硬めですけれども、かなりスムーズに稼働させることができます。で、次に肩腕回り、肩ですけども、これリストジョイントと同じような構造ですね。こう L 字に曲がったパーツになっております。この状態でウエストとか前後のスイングも可能となっております。特に干渉するものもないので、かなり大きく自由に稼働させることができるようになっております。で、この色の変わっているとのロールがありまして、肘についた関節1個グイッと曲げて、このぐらい、ほぼ人間と同じぐらいの角度まで曲げることができます。で、1個作っててって思ったのが、この各関節パーツのこの赤茶色のものですね。繊細化の方だと黒だったんですけれども、なんかこれ仕様の変更でもあったんでしょうか。黒の方が良かったような気もするんですけども、別に赤茶色でも特に問題ないかなって気もします。で、さらにこの手首部分、ここについては肘とは別にこの位置でですね、前後のこの手首の黒いパーツごと稼働させることができるようになっております。で、ハンドパーツはこんな感じになってまして、ボールジョイント。この状態で後ろの稼働もありますし、軸で多少稼働もするんですけども、先ほどのした通り、軸が結構長めで、これ引き出すことによって、もう少し大きくクリアランスを設けて稼働させることができるようになっております。で、次に胴体、胸周り。ここの稼働につきましては、胸のすぐ下のところと腹部、2箇所、それぞれボールジョイントの稼働、それらを利用して、腹部と胸部でこのぐらい。同じく後ろ側についてもこんな感じで、結構大きく体を稼働させることができます。では次に股関節足回り。股関節については逆ワイントリのパーツ、接続位置を下げる構造はありませんけれども、そこにこの太もも側の球体のパーツがはまっていて、その中に可動があります。特に干渉するものもないので、脚については前がこのぐらい、後ろもこのぐらい、横方向についても大きく稼働させることができます。さらにこの太ももの接続のすぐ下の位置、ここに内外の可動がありまして、ここの位置でこんな風に、人間にはない可動ですけども、追加の可動位置が設けられてまして、要はこう足をまっすぐ下ろした時に、さらにこの状態から内側にこうキュッと曲げることによって、ふくらはぎとかつま先を揃えたこう美しい立ち姿を再現することができるようになっております。で、さらにこの太ももの下、膝の上ですね、ここにロールがあります。ここのロール軸とかですね、この肘とかもそうなんですけども、この軸を差し込むのがものすごい硬かったです。ただはまってしまえば、今ご覧いただいて分かりますように、かなりスムーズに向きを変えることができるようになっております。で、膝については二重関節、ぐいっと曲げればこのぐらい、もう正座できるぐらいまで十分な可動が設けられております。ここの軸もそうでしたね。全体的に冒頭お話した通り、軸の差し込みがむちゃくちゃ硬いんですけれども、はまりさえすれば渋みはどの関節についても非常に柔軟かつスムーズに稼働させることができます。足首はこんな感じになってまして、ちょっと分かりにくいんですけども、後ろ方向に向かって L 字に曲がった可動ジョイントになっています。この位置で後ろ、前で、さらに後ろの可動もありますので、足を大きく開いても足裏ぴったり設置して立たすことができます。全体的にこのカラーですね、やっぱり関節が赤茶色になったことによって潜在画像に比べると幾分明るめな印象がありますけども、このある意味武骨なアンドロイドサイボーグ的なデザインというのもなかなか惹かれるものがありますし、あと全体的にプロポーションといいますか、この頭身バランスも非常にいいんですよね。正直この状態で飾っておいても違和感がないぐらい、いい意味で期待を裏切るかなり高いクオリティのこの素体状態だったんじゃないかななんて思います。では最後にですね、キョンシー状態やっていくんですけども、せっかくなのでこれ今缶オケ状態になっている武装パーツの分解とか、あと装着のところもところどころ抜粋するような感じでカットを挟みつつご紹介していきたいと思います。で、これが例のその
棺桶だと思うんですよね。棺桶にしては細めな気もしますけども、かなりきっちりと一つのこの箱状態綺麗に再現されていると思います。何箇所かピンでロックがされてるんですけども、そのロックのピンにつきましても硬すぎず緩すぎず、ほんで組み替えがしやすいようなそういった細かい配慮の設計がなされております。ではこちらですね、早速分解していくんですけど、まず片側だけやります。まずここの部分ですね、この黒いパーツでここ下の方がピンで刺さってロックされてますので、ここの部分を外側に外します。上側はボールジョイントですね、外側に引っ張ると簡単に外すことができます。反対側も外しておきまして、で向かって右側やりましたので左側も同じように外します。そうしましたらまずは、ピンの硬さの順からいって、まずこの上側の側の部分ですねを上に引っ張ってこの部分を取り外します。反対側も同じように外しておきまして、で次にですね、ちょうどこの顔パーツの下の部分、ここピンで刺さっているのでこの部分をぐるぐり回して引っこ抜いておきます。で次にこちらですね、上から見るとこんな感じになってまして、真ん中と両側で接続されてまして、まず両側のこのパーツを外します。この両側のパーツは後で使用します。反対側も外しまして、で真ん中のパーツですね、これについてはただこの位置に固定するだけで今回の切ったと余剰パーツとなります。これを取り外して側面だけになりましたので、これをこの白いパーツですねを内側に折りたたんで、真ん中の部分ボールジョイントで下側にそれぞれこのように角度を下ろしておきます。これがフロントスカートとリアスカートになります。同じものはもう1個ありますね。これでスカート類の準備が整いました。で先ほど側面についてましたこのパーツ、上下のピンを後ろ側に畳むことによって足裏に取り付ける、履物ですねになります。これも2つあります。同じように軸の向きを揃えてこれで準備が整いました。では次にこの頭部パーツ的なものですね、両側に別パーツがはまってまして、これも左右それぞれ外しておきます。この左右のパーツはそれぞれこういう向きでこのくるぶしあたりのピン穴ですね、ここの部分に接続することになりますので、一旦こんな感じに置いておきます。で左右のこの袖のパーツ、それぞれ中のこの武器構造が違うんですけれども、まずこのピンで刺さっていた部分のパーツを、なんとなくですけどこんな感じに、場所はどこでもいいと思いますけども上の方に上げておきます。反対側も同じように上の方に上げておきまして、で次にですね、女の子本体の方準備を進めていきますけれども、まずはこのハンドパーツですね、これを外しておきます。つけたままだと袖をつけた時に乾燥するので、このハンドパーツにつけてはいわゆるキョンシー状態では使用しません。で両方のハンドパーツを取り外しまして、で次にこの頭部も使用しませんので、この部分で抜いておいて、さらにこの胸パーツですね、これも外しておきます。ではここからどうせなんで下の方からやっていきますかね。まずこの足裏の部分、こちらにこの靴パーツ的なものをここのピンなどで差し込んでおきます。でさらにその上の部分にこちらのくるぶしの装飾パーツどこでしょうか、こういったものを取り付けます。反対側の足も同様にやります。次にこの腹部のピン穴と、あと背中の腰ですねのピン穴のところにこのスカートパーツを前後から接続して、次に取り外しておいた胸のところのピン穴ですねにこの結構大きめな胸のパーツですねをここに接続します。で次にこの下べらがベローンとなっているもの、これてっきりネクタイ的なものかと思ったんですけど、どうもキョンシートの下側を兼ねているようです。上側にピンがありまして、これを背中のこのピン穴ですね、上からこの軸を通して背中側のに折りたたんで、でここのピンに接続で、この下べら部分を下に下ろしておきます。で次にこの手首部分のこのピンのところにこの袖の部分、一応左右で形状異なりますけれども、どっちにつけてもいいのかなって勝手に思っております。でこの真ん中に見えるピンですね、ここの部分に合わせてこの袖の部分を接続、反対側の腕も同様に接続するんですけれども、こちらですね、この中に折りたたみ式のハンドパーツ入ってるんですけども、この上の蓋の部分がどうしてもこれ干渉してしまうので、私の場合一旦これ上げておきます。この真ん中のピンをこの手首部分のピン穴ですねに合わせて差し込んでおきます。でまたこれ元に戻しつつ、この蓋を上げた状態でなんとなくこんな感じで蓋をしておきます。で最後にこの頭部をこの分ですね差し込んで、これでキョンシー状態への、変形と言いましょうか合体と言いましょうかが完了になります。ちょっと足裏がちっちゃいせいもありまして、自立させるにはちょっと安定性に欠けるんですけれども、ただこうやってちゃんと自立させることも当然可能です。では改めまして上の方からご覧いただきますと、お顔こんな感じになってまして、この頭が脳みそむき出しっていうのもあれなんですけれども、この顔の真ん中にありますこの黄色いパーツ、これお札ですね、前側にこんな風に稼働させることができます。でこの下べらが下顎じゃないかって言ったのは、要はこのフェイスパーツ部分ですね、よく見ていただきますと上顎の部分しかありません。ですね、おそらくこれ口を開いて下をベーって出している、そういうデザインじゃないかななんて思います。この部分当然先ほどもご覧いただきましたように上下に稼働させることができますので、上目にしておいて、で顔をこう下目にしておくと口からベローと舌を出している、そんな感じが再現できるようになっております。でまた元の位置に戻しておきまして、でこの両腕のこの袖の部分ですね、巨大な武器パーツがついた感じになるんですけども、向かって右が左手、こちらにつきました長野にこんな風に
ガトリングが展開して外を向けるようなことができるようになっております。よく見ますと人間の指のように5本ありまして、一番手前の親指っぽいところだけ長さが違っております。結構芸駒ですよね。で、反対側がこちらですね。先ほど蓋開いた状態になっちゃったんですけども、外側に展開しますとこんな感じの握り拳状になっています。で、これ見ていただきますと親指的な部分がちょうどこの右腕っぽい形状になってるんですけども、これ真ん中の部分でこちらですね、向き変えることができるものですから、それぞれどちらにつけるかによってこの親指っぽいパーツをですね、向きを変えてより自然な親指っぽい位置に方向を変えることができるようになっております。で、この残り4本の指の先端部分につきましては、こういったグーだけではなくてこう展開して、ここからよく見るとなんか字が彫られてるんですよね。狂気有罪でしょうか。いずれにしてもなんかおめでたい言葉が並んでる気がするんですよね。ただこういったところのレリーフとか結構芸駒で綺麗に表現されていると思います。で、このフロントスカート、リアスカート、もともとボルジャート接続っていうのもありますので、この状態で内外にあるいは前後に稼働させることもできます。で、足首についたパーツ、ここの部分に前後の稼働がありまして、足首の稼働そのものは変わらないですね。下にこういったパーツを履いたことによって全体的に背が若干伸びております。死者衛星という名前にどういった意味があるのかよくわからないですけども、私がの世界で言いますと、昔あった有限同士だったかなんだかっていう中国のキョンシーが出てくる映画がありまして、このキット見た時にあれを結構連想したんですよね。この袖の部分の形状であったり、顔の真ん前にお札っぽいのが貼ってあったりという風で、見事にそのキョンシーと言いましょうか。あれって向こうの死者を埋葬するのか、もしくはネクロマンサー的に死者を操るものなのか、ちょっと詳しいこと全く覚えてないんですけども、そういった歴史的伝承と言いましょうか、お国柄的なものを見事にこのサイズ感のキットとして再現されたなっていう気がします。冒頭にお話ししました通り、私が購入した77フィギュアさんではこちらの商品すでに完売になっておりますし、他のところでは本来の定価の3倍近い金額で転売されているものですから、せっかくここでご紹介しておいてこの動画をご覧いただいて気になった方が購入できる状況にないっていうのは若干残念な気もするんですけれども、もしかしたら再販される可能性もないとも言いませんし、同じメーカーさんから別のキットが発売されるかもしれません。今回初めてこの全開スタジオさんのキットいじくってみたわけなんですけども、説明書の読み解き方とか若干コツが必要かもしれないですけども、キットそのもののサイズ感であったりクオリティっていうのは非常に高かったと、非常に満足度が高かったというふうに思います。ジーンクロスシリーズ死者衛星はこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりました死者衛星、いかがでしたでしょうか。この発売されている全開スタジオさんですとかジーンクロスシリーズとか、私にとっていずれも初めてのメーカーさん商品シリーズだったわけなんですけれども、いざ実際にこうやって組み立ててみますと、稼働範囲であったりプロポーションであったり見栄え、遊び応え十分な素晴らしいキットだったというふうに思います。そうは言いましてもやはり説明書がちょっと読みにくいっていうのと、ハマってしまえば問題はないんですけども、とにかく軸をはめるのがむちゃくちゃ硬いっていうのは結構大変なところでしたね。ただハマってしまえば渋みは本当にちょうどいいので、そう考えますとかなり精密な設計がされて各パーツが成形されたことになりますので、かなり高い技術力を持って開発されたキットだったんじゃないかななんていうふうに思います。あとこの動画の中では説明書の中にあったいわゆる武装状態的なこのキョンシーみたいな姿の状態、これしかご紹介できてないんですけども、本体の方に何箇所か使ってないピン穴があるものですから、今ここに置いてある状態だけじゃなくって自分なりのオリジナルのカスタマイズができるっていうのもかなり遊び応えがあったんじゃないかななんて思います。で、今回ご紹介したこのキットなんですけども、先ほどから何回かお話してます通り、私が購入した77フィギュアさんではすでに完売となっております。以上、念のために77フィギュアさんの方に再入荷とか、あるいは他の商品の販売の予定がないかっていうのもせっかくなんで聞いておきますので、もし何かしら情報があれば私のコミュニティの方に投稿させてもらいますので、美少女キットがお好きな方やカスタマイズ可能なこのキョンシーデザインに惹かれた方は、もし機会がありましたらぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。